4章、光の天使と闇の天使。生命には2つの面があります。これを善と呼び、悪と呼びます。一方では、善である多数の者たちが、主であり、死であるキリストの支持下で働いています。他方では、悪と呼ばれる群れ、闇の天使たちが、その仕事は、光の天使たちとは違ってはいるが、宇宙の法、すなわち神法の枠内で立ち働いています。皆さんがもし、神を無限なる力の父として認めなさるなら、皆さんには次のことを認めていただかねばならない。すなわち悪と呼ばれるもの、ないしは闇と破壊の天使たちの枠内にあるもの。これは無限なる父の御手の中に、その管理下にあるということです。さもなければ、絶対の混沌がありましょう。さもなければ神の愛に、皆さんは何の信も、何の確信も、何の信頼も置くことはできません。この神の愛を、神秘学派が人類に説き続けてきまして、それが翻ってあらゆる時代の宗教を養ってきました。常に変わらず死の神聖の弟子には無限の愛が掲示されてきました。この愛こそ混沌から善を導き、善を守り、善を吹き込み、善をもたらしてくれたものです。しかしきっと皆さんはこう言われるでしょう。もし光の天使と闇の天使の2つがあって絶えず働いていたら、闘争は決して終わらないのではないかと。それは全く光と闇の人間の概念の問題です。私どもの傾向として、皆さんは闇を光に敵対する何かだと強く考えすぎるのじゃありませんか。私どもが霊的に向上しまして世俗を調達しますと驚くことなのですが、闇と光は実際は一つなのです。闘争はなく、上の方では調和があるのです。というのは、光と闇は一方は他方の繁栄なのです。生命とは闇がなければ成り立ちません。闇は進歩に必要です。否定面があって初めて積極面があるのです。その役割をするものです。しかしながら皆さんはまだこれでは承知なさらぬでしょう。こう言いますね。しかし実際に闇の天使も闇の力もあるのじゃありませんか。神は創造者であり、また破壊者なのですか。と、そうです。ある意味でその通りです。闇の神とはヒンドゥーのシヴァ神に該当します。破壊の神です。しかし破壊的要素とは実際は建設的なものです。つまり望ましからぬ成長を一掃する破壊者は現実に再建、再創造の道を準備しているのです。このようなわけで闇の天使は偉大な進化計画の中にその席があるのです。私どもは皆さんの注意を釣り合いの重要性に向けたいと思います。光と闇、積極と消極、この両面は釣り合いと平均を取るために働いているのです。この釣り合いは生命の基本的な法則なのです。究極は大宇宙内部で、同じく小宇宙内部で絶対的で完全なバランスを得るにあります。このように善悪生命の両面は高い意識の立場からすれば完全な生命を生み出すために共同している二つの力なのです。同じくこれによって個人の生活の面でも物事を統御する力が生み出されるのです。すべての人はいつの日かこの積極と消極の力を結びつけて、これを完璧に混ぜ合わせる方法を得得するでしょう。その時それによって黄金の日々が訪れるのです。私どもは次のことを心にしかとはっきりとどめておかねばなりません。すなわち光の天使は光明の主であり、死である子なるキリスト、その統括下で働いている。他方闇の天使は法の内部で神の命のもとに働いている。このことです。しかし闇の天使の仕事は光の天使の仕事の補足であります。この二つの力が人類の上に働いています。進歩を生む明確な目的をもってです。すなわち人類を彼自身の内在の神、その意識に到達させるためにです。なぜそうかと申しますと、はじめに人間の霊、すなわち神聖なる生命の一粒の火花が神から息吹き出まして、たくさんの生命の階段を下っていきました。そうしてとうとうその身は物質に包まれました。それは物質を統御せんがためにです。そうです。それによって意識のない神の火花が神の意識を持つものとなることができるためにです。皆さんはその見本をお持ちです。神聖意識を完璧にした人間、イエス・キリスト、これです。人間が地上経験の旅に送り出されるに先立って進歩した方々が
人類を地上に定着させる仕事をするために地球を訪れました。善悪2つの原理と力である光の天使と闇の天使もまたこの仕事を助けていました。ここで次のように呼び名を変えてみましょう。光に仕える天使と闇に仕える天使です。光、善の天使は建設の力を代表します。影、悪の天使は必要な破壊の力を代表します。必要というのは個人にしろ国家にしろ必要以上に成長しすぎた生活や思想の面を刈り取る仕事を闇の天使たちが絶えず行っているからです。ですから光と闇の天使たちを絶えず戦い続ける敵同士と考えないでいただきたい。むしろ一方は他方を捕捉するものと考えていただきたい。またこれら天使たちの力を過小評価しないでいただきたい。と申すのはこの天使生活の2つの面は絶えず休みなく働き続けるからです。時代から時代へ、地球人類の周期から周期へと、すなわち人間の成長を助け、人間に無益なものを破壊するためにであります。そこで皆さんの心には次の疑問が起こりましょう。この闇の天使たちはまだ十分に思考なる光とか力とか英知とかを知らないために光の天使たちを征服し、その結果として人類の滅亡を引き起こさせるのではないかと、私どもの答えはノーです。闇の天使たちが生けるのはそこまでです。その先はいけません。なぜかというとその時、闇の天使たちは宇宙の法で捉えられます。宇宙の法は彼らの力を無力にします。神は宇宙がご自身の手から滑り落ちることを許されません。何一つ神のご意志の外で起こることはできません。地上の人間の前には二つの道があります。どちらを選ぶかは本人が選択するのです。一方には宇宙の方に調和して生きられる道があります。天界の神秘が見える域に達した者は必ずや宇宙の方、すなわち愛の方に調和していきます。他方では無明の状況にある者は無意識とはいえ宇宙の方に背いていきます。その結果は再生しても再生しても苦難との縁が切れません。しかしひとたび人が神法と調和して生きることを知り、身を確信を持って神に投げかけるや否や、その時に人は幸福に到達します。光の天使は彼と共に働き、彼は光の天使と共に働きます。こうして人と光の天使は共同して残余の人々の神聖意識の海岸に助力することが可能となります。さて、目に見えないものの存在とともに黒と白、プラスとマイナス、これが人間の内部にあることを心に留めていただきたい。心得てもらわねばならぬのは人間の心の内部には計りがあるということです。とりわけ大事なことはプラスとマイナス、このバランスが保たれねばならぬということです。否定的な思考は甚だしく計りを闇の方へと押し下げます。積極的な善の思考がバランスの維持には必要です。それで地上世界ではバランスが取れるのですから、人間の進化を助けるために人間に近づく目に見えない存在たちの近づけるかどうかの基調は人間の方にあります。平行、これは法です。光の剣を手に持って燦然と太陽の栄光の中に立つ大天使ミカエルの姿を思ってください。太陽の栄光となぜ私たちは言うのでしょう。そのわけは大天使ミカエルは太陽霊の中の人方です。すなわち太陽から、つまり宇宙キリスト世界から来た人です。したがって彼の保持する剣は霊的な剣です。キリストが実際にその従者たちの手に握らせる剣です。これは霊の真理の剣です。すなわち人間各人の胸の中に住む神の子の真理の剣です。これは人間をその人生の一つ一つの危機から守る武器、すなわち敵と障害を克服し払いのけるための武器であります。大天使ミカエルは光の群れ、その軍勢を導くお方であります。今アクエリアス、水亀座の新時代、つまり人類同胞の新しい時代への出発点です。そこには進歩とともに破壊の広大な先制力があります。その時にあたり光の力を理解するすべての人が光の天使を呼ぶこと、大天使ミカエルとすべての天使らに忠誠を使うこと、その必要があります。それによって発光が平行を維持し、地上にその開花が待たれている黄金時代が人類の上に花開くのであります。